皆さん、こんにちは。スティーブテキ店のスティーブです。今日は車じゃなくて文化系の動画でございます。大変お待たせしました。今日は、日本製、Made in Japan。日本の、今、世界中で、高品質のものとして認められている日本のものは、51歳になったばかのスティーブから見ると、面白い視点があると思いまして、ちょっとその話しようかなと。50年以上前に戻りましょう。自分のお父さん、数年前に亡くなったお父さんなんですが、もう自分は若い時から、お父さんは若い時から車大好きで、その病気が移って、またさらにうちのあっちゃんにも、息子にも多分移ってると思うんですが、もうその当時のアメリカ、もう70年代は、特に自分のお父さんの周りの人たちはね、アメ車しかなかったんですね。世界一の車はもうアメ車だったという感覚が当たり前だ。逆に、そんなに輸入車とかもない頃だったんですよね。大きなアメ車、マッスルカー、ストリートロード、ホットロード、かっこいい音のいい、匂いも最高に今でも50年前のほぼ50年前のことでも思い出してその匂いでも今もう匂いしてきてるんですよね。そんなに自分の若い時からもう車大好きで初めて日本車も記憶に多分あるのは学校が始まった時なのかな。もう小学校か1975年6年ちょうどその時はね、オイルショックという当時でしたんだよね。アメリカはもう大統領はカーター大統領だったと思うんですが、もう世界中でいろんなトラブルがあって、オイルがもう急激に高くなった。その燃費の悪い、別に燃費の悪いというよりも考えたことのない馬力とエンジンの大きさしか考えてなかった当時まで、それしか考えてないアメリカのメーカーさんから見ると大きな問題になったんですよね。いきなりガソリンが高くなったこと、ガソリンをもう入れにくくなった。大食い車になかなかガソリンを入れられない。そこまでお金がないという時代になっちゃって、で、日本からちょこちょこ70年代の最初から流れてきた燃費のいい小さくてエンジンのちっちゃい日本車、ダットさんダットさんでしたよね。よく有名だったのトヨタももちろんあったし、もう70年スバルとかもあったんですが、ホンダももちろんありました。記憶にあるんですが、残念ながら当時の印象、自分の周りの人たちの印象、車以外の当時のメイドインジャパンのものに関する印象があんまり良くなかったんですね。チープな、壊れやすいな、もう力のないようなイメージしかなかったんですね。でもやっぱり、車そこまで好きな人が他にいっぱいいたんだけど、普通の人から見ると安い車が欲しいと、安くて燃費のいい車が欲しい。それでちょこちょこ車が増えた。一番多分最初に乗った車は多分小学校か中学校、女の子の友達の親の車だったんですね。黄色というかオレンジ色のダットさんだったと思います。本当に1973年4年5年あたりの車で、ハッチバックの当時の日本車のその色しかないようなイメージもあるんです。それに乗ってたんですよね。確かに力がなかった。行ったり来たりマニュアル車で乗ったりしていたんだけど、背の高い お父さん、ビルさんが背の高くて、いつも車の中でちょっと狭いなーっていうイメージもありました。当時も道具、工具、もうツールもあったんですよね。メイドインアメリカしかなかったんですよね。自分から見ると。自分の当時もね、もちろんスナップオンもあったし、クラフトマンもあったし、昔からあったアメリカンブランドがあったんですが、当時メイドインジャパンのレンチとかあれ出てきたらすごいチープ、壊れる、ダメなものだっていうイメージがありましたね。はっきり覚えてます、その時は。そういうこともね、いつから変わってきたのかなって今
もう考えてみても、正直にいつその分岐点があったのか、自分のスティーブの中でもしばらく変わらなかったんですね。車は、アメ車はナンバーワンだった。これはもうずっと大学になるまで、日本語とか日本について勉強も始まるまで、あんまり評価してなかったんですよね。正直なところですね。もちろん周りがもう日本車が多くて、アメリカの全米1位の売れてた車、シビックもあったり、トヨタのクレシダとかカムリの時代の80年代もあったんだけど、アメ車はナンバーワンでしたね。当時の多分もう日本の品質に関して、よく覚えてるのはね、イメージであるのは、日本ってメイドインジャパンの70年代のイメージというのは、特に電化製品とか、当時それまでの、この感覚も分かっていただきたいんですが、別に日本のことを悪く言ってるわけじゃない。ただアメリカ人として、正直者としています。当時はね、アメリカンブランドのものがあったんですよね。いっぱい70年代までアメリカの GE とか、ウェスティングハウスとか、ゼネスもアメリカのブランドだったような気がしますよね。そういうのもあった中で、日本のものが出てきて、コピーものが、なんじゃないかと。もうパクられたんじゃないかと。もうなんで、いつの間にか、この日本の安いものとかって、いつ出てきたのかとかって。でもそこから少しずつアメリカのブランドが、特に、車ももちろん、そこから電話じゃなくて、テレビ、そしてそこからラジオ、そこから多分80年代に入ったら腕時計、そして大きくすべて変わったのはウォークマン。そのことですよね。ゲームも当時アメリカのあたりというゲームがあった80年代なのかな。81年、2年、3年、4年あたり多分あったゲームだと思うんですけど、日本で作られたかな、あれはアメリカのゲームだったかもしれないんだけど、別に日本という認識がなかったんですよね。でも少しずつライフスタイルの中で出てきた明らかにメイドインジャパンのカシオとか、車、トヨタ、ホンダ、ソニー、パナソニック、そして80年代だったのかな、70年代の終わりから80年代、VHS とベータのライバルのあったんですよね。パナソニックとソニック。大学生になるまでそれはね、理解できなかったっていうか、なかったんですよ、うちの家に。正直にまだそんなにイメージがそれまでは80年代多分後半あたりまで日本のものがいいっていう、あれがなかったんですよね。ひょっとしたらもしかしたらバカにしていた時もあったかもしれないですね、当時は。でも、どんどん周りの中から増えてきたいろんなものとか、自分も持つようになったウォークマンとか、自分は大学生になった1988年、もちろん勉強にも音楽とかカセット、当時はカセットあったのでウォークマンがあったんです。アメリカのメーカーではああいうの作ってるのはなかったんですよね。カメラも当時もね、日本のカメラニコンとか、もちろんアメリカのポラロイド、コダック、ポラロイドとか、そのイメージがすごく強かったんですけど、当時の110ミリだったのかな、フィルムのある細くて長いやつの、もしかしたら日本のブランドもあったかな、認識してなかったかもしれないんだけど、あったよね。L で始まるメーカーもあったんじゃないですか。カシオじゃなくて日本のルミックスもあった。ステレオのことも思い出します。ステレオ。アメリカの家に、おばあちゃんの家にもあったんです。おじさんが結構ステレオ好きだったんだけど、山水は当時は面白い名前だな、潜水とかっていう名前でも日本のものだったんですよね、考えてみると。だから少しずつオーディオ系、音楽系、ビジュアル系、テレビとかってだった80年代の日本の良さは少しずつ強くなってきたような気がします。そしてそこから大学生になった。もうビジネスを最初からもう勉強しようというのはもう決まりだったんですけど、まさか日本のビジネスについてはまだ1年生、2年生、3年生まで正直にあんまり興味なかったんですよね。でもビジネスの専門とかその専攻するにはもう政治学の勉強とかもあったんですよね。もう苦手だったんですけど、一つの比較的に日本、アメリカ
中国、イギリスの比較的にあるクラスがあって、それで日本の話になって、戦争、戦後の日本の話、前から何回も説明しているんですが、当時もう出版された本で Japan as No.1 って、もう日本は世界一の経済になると。この小さな国が資源もあまりない国がどうやってここまで大きくなるのか。面白いなと思って、いろいろ勉強してですね、させていただきました。そこから。本当にもう日本語もそこからのスタートでしたよね。そこから本当に日本のクオリティ、日本の作り方、日本の賢さ、もう経済的にも日本人もアメリカまでもう勉強に来て、アメリカのものを見て、当時のね、世界トップのものを見て、それを狙って世界一をもう作るわずかの時間で素晴らしいと思う。小さな国でもうアメリカの何分の1の国ではすごいなとやっぱり思いました。これ大人の答えに変わったのかな、大学生になってから。でもすごいなと思った。アメリカもその産業あと経済にやっぱり時代というのはあることもその時は気づいた。流れがあるということは、アメリカも50年代60年代ね、日本のメーカーが出てくる前から世界一だったっていうか、アメリカ一って少なくてものテレビとかってああいうものを作ってたんです。車も日本が出てきてものを作って、アメリカよりいいものを安く作れた日本は大成功したんですよね。でまた時代が変わりましたよね。90年代2000年代に入って日本でもともと作ってたものが中国に流れたり、韓国に流れたり、他の国、ベトナムとかに流れたり、もう日本で多分またね、作る機会があるのかないのかっていうものが考えてみてください。なくなりましたよね。冷蔵庫を考えてみて、テレビも考えて、まだ日本のメーカーさんは作ってるんだけど、アメリカの中でも面白いのは最近日本のメーカーのテレビとかも1台2台があるかないか。韓国のメーカーさん、台湾のメーカーさん、もしかしたら中国のパーツでアメリカでもう組み立てられてるメーカーさんとかがあるんだけど、日本のメーカーがないです。で日本の電化製品とか秋葉原もしばらく行けてないんだけど、日本以外の国で作られてる、もともと日本でしか作れないようなものはやっぱあるんですよね。その流れがある。しかしこの世の中でいろいろ何でもいろいろ変わって、その流れがあるのは仕方ないと思うんです。今度やっぱり品質、良さを狙う。そこはね、日本はすごいなと思いますよね。新しいアイディア、同じものなんだけど、どういうふうにもっとよく作っていけるのか。これはアメリカ人として羨ましい。ちょっと勉強させて、いただいているところでございます。多分そこまでは自分の頭も回っていかないと思うんですが、すごいと思います。すごいです。80年代、90年代から今でもと続いて、日本で作られたもの、Made in Japan っていうのは世界一というものがたくさんありますね。自分はもうあると信じてます。今でも最近、自分の動画の中でも、電気、ライト、カーゴ、キットとか、いろいろ日本からのもの、日本のプレゼンテーション、作り方が世界一のものが多いと思います。日本から、アメリカからも消えた産業とかがあると思うんだけど、なんかいつかね、また Made in Japan のもの、Made in America のもの、もしかしたらその時代に近づいてきているかもしれないんですよね。その時の良さとかを思い出して、まだ日本 Made in Japan はいけると思う。もしかしたら Made in America とかもっといけるところいっぱいあると思う。両国で、頑張っていけば、サムズアップ的に、日々前進的にやっていけば、世界一を目指すことに何の恥ずかしいことございませんと私は強く信じています。お互いに頑張っていきましょう。そして最後にいつも言い忘れるんだけど、stevepov.jp そして Amazon Japan にもまだアップしてないんですけど、気づいた方もいるかもしれない新作品です。今日届いたばかなので、まだアメリカにしかないんですが、アメリカのサイトにはまだアップしてないんですが、これからアップしていくので、日本にも送りますので、
近日中に、また Amazon と stevepob.jp をチェックしてみてください。よろしくお願いします。こういうトークはいかがですか？トピック的にはいかがでしょうか？また面白いトピックは、こういうトークもしばらくしてないので、楽しいですね。楽しいです。またぜひ、いいアイディアとご提案などを、残していただければ必ず目を通しますので、よろしくお願いします。ダブルサムズアップ、今日のトピックはよろしくお願いします。